ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、Kiss-My-Foot2 カーテンコールミュージックビデオ。こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回のカーテンコールなんですけど、コメントの方でキスタンの方からとても多くのリクエストをいただきました。リクエストありがとうございます。そしてコメントにあったんですけれども、Kiss-My-Foot2 の大人の色気、ここに注目してほしいみたいなねコメントいただきました。そして今回もですね歌声分析していったわけですけれども、やばいですね。本当にキスタンの皆さんが言うようにもう色気がやばい。そしてまたですね新しい歌声、こちらを発見してしまいました。本当にいくつ歌の表現力の引き出しを持ってるのかっていう風にね思ってしまうぐらいすごいなっていう風に思っちゃいましたよ。そういった部分をどこよりも丁寧に細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速 Kiss-My-Foot2 カーテンコール歌声分析 GO!ういかっこいいね。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、キスタンの皆さん。すごく大人っぽい感じの曲調ですね。はい。いいね。出だしは藤ヶ谷さん。なんか結構僕が聴いてる Kiss-My-Foot2 の楽曲の出だしは藤ヶ谷さんっていう感じがしますね。やっぱり歌い出し藤ヶ谷さんが多いんですかね。Kiss-My-Foot2 の楽曲は。今回大人っぽい雰囲気の楽曲だから、そういうのもあって藤ヶ谷さん始まりなのかなっていう風にね、思っちゃうぐらい色っぽい歌声だと思うんですけど、この声はですね、肺の中の空間、胸腔共鳴をメインにして色気を鼻で作るタイプの歌い方ですね。胸の響きを中心で声を出すと、ラーラララララ、こんな感じの声になります。で、そこに鼻の響きを多く足してあげると、ラーララ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 、こんな感じの声に仕上がってきます。おそらく藤ヶ谷さんはですね、こういう声の出し方してると思います。もう一回聞いてみましょう。で、今気づいたんですけど、すごく器用な歌い方をしていて、高いところはしっかり地声が出ているんですけど、低くなったところでですね、息の音が混ざったウィスパーボイス、このテクニックを使ってますね。ラーラララララみたいな、こんな歌い方してると思います。次いきますよ。レディーゴーは全員で歌ってるところなのかな。このレディーゴーっていうところの声の音圧が一気にガーンと上がってめちゃくちゃパワー感感じるポイントですよね。もう一回聞いてみましょう。こう藤ヶ谷さんがね色気のある歌声で歌っていって最後のレディーゴーでボーンとこうパワーが出てくるみたいなね、声のパワーのアップダウンを感じれてすごくかっこいいポイントですよね。次いきますよ。いいね。玉森くんの声ですね。で、やっぱりこの声が玉森くんのスタンダードな感じの声の出し方なのかなっていうふうに思って、それはどんな声かというと、口の中の空間、口腔共鳴、こちらをメインで歌ってるんですよね。で、口の中の空間っていうのは声のツヤ感だったり声の太さが増幅するとかそういうところではないんですけど、
声質だったり言葉がですねすごくクリアに聞こえるんですよ。今の玉森くんのポイント、歌詞がめちゃくちゃ聞き取りやすいし、声がすごく綺麗な感じがしますよね。これはですね、口の中の空間をメインで使ってるからこそ出る声の音色なんですよね。もう一回聞いてみましょう。でも今聞いてみたらちょっとだけ鼻使ってたかな。口がね、メインなんですけど、少しだけ鼻に声を入れて、色気を出してるみたいな、こんな感じの声でしたね。迷い込んだ夢のワンシーン。こんな感じの声の出し方かな。僕が玉森くんの体の使い方を真似てみると。そうですね。鼻の音色を使わないと、ああいった声質にはならないですね。訂正します。口がメインで鼻少しだけ使ってる。こんな感じの声の出し方でした。次いきますよ。で、今途中で入ったラップのところは、ここがまさに口の空間だけを使った声っていう感じですね。日常会話で使うような声の音色というかね。もう一回聞いてみましょう。で、メロディーになったら先ほどの鼻の響きが少し混ざった歌声に変わっているっていうね。ラップとメロディーで声の出し方を変えるっていうのもね、相当難しいんですよ。いやー、すごいですね。次いきますよ。いやー、いいね。やっぱ千賀くんの歌声はね、色気がものすごく出てくる歌声ですよね。沼にはまれよのフィクション。こんな感じかな。もっと鼻の音色を使ってるような気もするんですけど、僕ではこれが限界ですね。いやー、この声の使い方素晴らしいです。もう一回聞いてみましょう。いいね。ノンフィクションのところで、声質の響きがちょっと明るくなるんですよね。沼にはまれよノンフィクションみたいな。こんな感じですよね。大人なセクシーさもあり、優しさもありっていうね、そんな感じの歌声かなっていうふうに思います。次いきますよ。Feel so high のところで、今度はですね、胸腔の響きをいっぱい使ってるんですよね。だから音が高くなるところは声の性質上本来だったらもっとこう細い声になっていてもおかしくないんですけど、高い音域で胸の響きを使っているから細くならずに太い声に変わってるっていうかね、この声質コントロールやばいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。なり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 気分は feel so high みたいな、こんな感じのね声の使い方だったんですよ。ローリンローリンのところはこうね軽い感じを表現していて、気分は feel so high のところで男らしい力強さを表現しているポイントというか、いやーかっこいいですね。次いきますよ。わっ、ここの宮田くんの声、僕はもしかしたら初めて聞いたかもしれないんですけど、めちゃくちゃロックを感じる歌声というか、激しい感じの歌声でしたよね。いつもの宮田くんの僕が思ってる声だと、こう綺麗な声っていうイメージだったんですけど、今回はね、いい意味で予想が裏切られて嬉しいですね。この声が聞けて。もう一回聞いてみましょう。あ、なるほどね。いつもの宮田くんはですね、割と鼻の響きの成分が多い歌声だったんですけど、ここでは胸腔共鳴と口腔共鳴、この2つを中心にした声質作りをしてるんですね。セリフはいらないみたいな。僕がやるとこんな感じの声になるかな。いやー、さすが努力家の宮田くんですよね。いろんな表現力を持ってます。次いきますよ。で、今のところはあれですよね。僕がいつもこれが宮田くんの声だっ
っていうイメージのですね、歌声でした。だから前半と後半でですね、宮田くんも声質を変えて表現してるんですよ。今のポイントはですね、声に色気だったり、艶感が乗ってくる鼻の響き、鼻腔共鳴の響きが強くなった歌声ですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。一緒に楽しもうぜライ。こんな感じかな。ちょっと鼻の響きを強めにすると声に艶感がこう出てきますよね。いや、めちゃくちゃいい声。次いきますよ。ウェイ超かっこいいね。で、サビ前の横尾くんのワンフレーズ、ここがね、ポイントになってると思うんですよ、僕は。こんな感じかな。口腔共鳴と鼻腔共鳴、この2つが中心の歌声でですね、横尾くんがワンフレーズ歌った後に全体でのサビですよね。やっぱりね、この声の音圧素晴らしいですよね。で、メロディーもめちゃくちゃかっこいい。大人っぽい雰囲気なんですけど、すごく激しさを感じれる雰囲気もあってね、めっちゃかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。やっぱりね、これリズム感がね、素晴らしすぎるんですよ、Kiss-My-Foot2 は。言葉の子音のアクセントの部分を全員で揃える。このテクニックをですね、使っているので、言葉のアタック感がですね、めちゃくちゃ前に出てるんですよね。だからこういう激しい系のメロディーがですね、さらにこうかっこよさが何倍にも増幅するっていうかね。いやー素晴らしい。次いきますよ。いいね。全員で歌ってるメロディーのところが前に行って、で、一人で歌うところが一歩引いてみたいなね、この声の距離感もすごくかっこいいですよね。いや、声でここまで見せてくれるとはね、素晴らしすぎます。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。We are, I'm a showman みたいな、そんな感じに聞こえますよね。このね、声での距離感の表現ってめちゃくちゃ難しいんですよね。レコーディングの音質編集の際にそういうことも可能なんですけど、やっぱり自然な雰囲気をですね、表現するためには、歌い手本人たちがどれだけ雰囲気作りをできるかっていうところがすごく大事になってくるんですよね。で、Kiss-My-Foot2 は全員歌がですね、ものすごく上手いので、歌の実力でその声の距離感っていうのを表現してるっていうふうに僕は思ってるんですよ。だからね、こういう細かいところって気づきにくい部分なのかもしれないんですけど、こうさりげなく表現しているところがですね、なんとなくでもかっこいいとか素敵だなっていうふうに思うことができる要素の一つだったりするんですよね。だからめちゃくちゃ細かいところまで考えて歌を作ってますよ、Kiss-My-Foot2 は。最高ですね。次いきますよ。で、ここで一気にグワッとね、こう勢いを持っていくみたいな感じの流れが来てっていう、すごい展開じゃないですか。めちゃくちゃガンガンこうね、前に攻めていく雰囲気の箇所もあって、で、一歩引いて、で、また攻めて、みたいな、歌声の格闘技みたいな感じの曲ですよね。カーテンコール。そういう風にね、思っちゃうぐらいかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。ミュージックビデオの映像はね、ものすごく大人っぽくておしゃれで、ザ・かっこいいっていう感じなんですけど、歌声がめちゃくちゃアグレッシブな感じというかね、こう攻めの歌声っていうか、このギャップがね、僕大好きですね。すごいかっこいい。次いきますよ。いいね。いやー、Kiss-My-Foot2 の楽曲は
知れば知るほどいろんな表現だったりいろんな魅力を見つけることができて、僕はねすごくねニヤニヤしちゃいますね。嬉しくて。もう一回今のね攻めて引いてのところ聞いてみましょうかね。で、We are, we are のところは全員かなり強い地声を使ってるポイントですね。で、サビ全体的に言えることなんですけど、声を出す方向のイメージ。これをですね、前方向にしてるんですよ。で、声を出す方向によって声の雰囲気ってものすごい変わります。前方向だと強い感じの声質になりますし、後ろ方向だと柔らかい感じの声になるんですけど、この攻撃的でかっこいい歌声はですね、全員で前方向に向かって声を飛ばすイメージで歌っているからね、この素晴らしい声が出てるわけなんですよね。次いきますよ。うわ、かっこいいね。あ、かっこいいねって言ってごめんなさい。今ね、ちょっとワンフレーズ歌ってるところを聞き逃してしまったので、もう一回聞きますね。ごめんなさい。いやー、このね、やっぱね、英語の歌詞もところどころ出てきてるじゃないですか。で、英語の歌詞のところって子音をすごくはっきりと発音しないとかっこよく聞こえないんですけど、さすがですよね。英語の子音の発音が素晴らしすぎます。もう一回聞いてみましょう。Hey, will show you この4つの単語のポイントだったと思うんですけど、ここをですね、子音を日本語っぽく発音してしまうと、全部がですね、こう一本の線でつながったみたいなニュアンスになってしまうんですよね。Hey, will show you みたいな。でも英語の発音をしっかりと意識して歌うと Hey, will show you 単語と単語の間に区切られたような質感が出てますよね。子音をはっきりと発音するだけで言葉もはっきり聞こえてくるというか、言葉の輪郭がこうくっきりしてくるというかね、そういう細かいところまでね、Kiss-My-Foot2は意識して歌ってます。次いきますよ。最初のマッチョ誰だ最初のマッチョいましたよね。すごくこう引き締まったマッチョが誰だちょっと戻って見てみましょうか。今ね、それがちょっと気になっちゃった。誰だろう。そう、これ誰これ誰って言っても字幕があるからよくわかんないか。筆さんの皆さん、1分45秒のポイントです。めちゃくちゃ鍛えてますね。いやー、僕もね、あと半年後ぐらいにこのぐらいになりたいな。今ね、絶賛ダイエット中なので、こうなるためにはウェイトトレーニングもしなきゃダメですね。ちょっとね、話脱線してしまいました。歌声分析戻りますよ、皆さん。千賀くんの歌い方、今回はですね、低い音域の声はですね、鼻の成分が強いですよね。なー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 みたいな。こんな感じのちょっとだけ鼻声のニュアンスが感じ取れるぐらい鼻に声入れてると思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。今のミステリアス、こことか特に鼻声のニュアンスがこう声に乗ってますよね。このね、鼻声のニュアンスをどれぐらい声に入れるかっていうところが重要なポイントだっていうふうに僕は思っていて、鼻声のニュアンスって適度に入れる分にはすごくいい声になるんですよ。今の声楽みたいにね。でもこれをやりすぎてしまうと、ただ単純に鼻声になってしまうので、やりすぎは良くないんですよね。だからね、千賀くんこのね、鼻の使い方がね、めちゃくちゃうまいですね。次いきますよ。超いい声。今のところは高い声でも鼻の響きが強い歌声でしたよね。いやー、どれだけ表現力の引き出しを持ってるんだろう、千賀くんは。もう一回聞いてみましょう。すごいいい声。Say that you into me こんな感じの声質ですよね。
すごく絶妙な鼻の使い方なんですよ。素晴らしすぎる。次いきますよ。宮田くんの声ですよね、ここ。いや、今回は僕が知ってる宮田くんの声じゃないですね、本当に。大人っぽい曲調だから、胸の響きを中心にした声質作りを今回やってんのかな、宮田くん。すごいいい声ですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。すごく男らしいかっこいい声。でね、ワイルドさもちょっと出ていて。いやー、すごいね。次いきますよ。キスタンの宮田くん推しの方、今の宮田くんのこう肩出してるシーンでドキドキしたでしょドキドキしたよね。知ってますよ。なんかここのシーンはみんなこうセクシー系ですね。筋肉を見せたり、タンクトップだったり、肩を出してみたり。もう一回流してあげますよ。流してあげますよ。宮田くん推しの方はね、しっかりとね、こう字幕越しですけど見てくださいね。いきますよ。ちゃんと見ましたか？もう歌声分析じゃなくなってますね。ごめんなさい。宮田くん推しの方が喜んでくれると思って。僕はね、そう思って流したんですよ。さあ、じゃあまたね、話が脱線してしまったので、歌声分析に戻りますけど、で、先ほど言ったように、胸の響きをですね、中心にしているので、声がすごく大人っぽい、男らしい感じになってます。それプラスですね、かっこよさを表現するために、全体的にですね、音をスタッカート気味に歌ってるんですよね。こう全体的に一つ一つの音を短く切るニュアンスを出して歌ってるというかね。で、ここでポイントになってくるのが、あくまで音を切ってるようなニュアンスを出しているっていうところなんですよね。音を切ってはいないんですよ。どうやってこれ表現してるのかっていうと、ここでもポイントになるのは子音なんですよね。子音を強めに出すことによって、強い音、アクセントが生まれます。強い音が生まれるっていうことは、その強く歌っていないところは弱い音になるわけですよ。強い音と弱い音が生まれて躍動感につながってスタッカート感が出てくるっていうテクニックを使ってるんですよね、宮田くんは。素晴らしいです。次いきますよ。いいね。横尾くんの声がですね、めちゃくちゃ色っぽいですね。横尾くんもここはですね、鼻中心で声質を作ってるんですけど、いや、この声すごくレアな声かなっていうふうに思います。なかなか聞かないタイプの歌声なんじゃないかなっていうふうに僕は思って、日本人離れしてる声質というかね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほらほらほら、すごく素敵な声ですよね。声質の成分的にはですね、胸と鼻、この2つをメインで使ってるんですけど、で、横尾くんの声の出し方の特徴としてはですね、声を出す方向の話なんですけど、前方向のイメージと後ろに引くっていうイメージ、このね、2つが両方存在している声なんですよ。だから強いようなニュアンスも感じるんですけど、優しい感じもするっていうかね。強い声と優しい声がこううまくね中和してる声質なんですよ。いやーすごいですね。次いきますよ。おー、いい声ですね。で最後の高いところは結構鼻声のニュアンスが強かったですよね。参戦入みたいな。まあ僕ねうまくできないですけど、いや、ほんと日本人離れした声質ですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。で、言葉の発音の仕方もすごく独特ですよね。個性がある言葉の発音の仕方というか。いやー、いいですね。次いきますよ。
すごく軽いタッチの高音ですよね。この音域をこの軽さで歌えるって、やっぱね、藤ヶ谷さん歌すごく上手いですよね。相当基礎力がしっかりしていないと、この高さをこの軽さで歌うってできないんですよね。だから日頃からの歌の基礎練だったり、そういったね、努力の背景が見えますよね。もう一回聞いてみましょう。すごいね。で、ここで使ってるテクニックなんですけど、ミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声を使って最初の高い音を出しています。もうミックスボイスって今いろんな SNS でよく出てくるワードで聞いたことある方もいると思うんですけど、だいたいプロって高い声を出すときはこのミックスボイスっていうテクニックを使います。正式にはミックスボイスってテクニック名ではないんですけど、ちょっと難しい話をすると、地声から裏声に切り替わる間の声をミックスボイスって言うんですよね。だから広く伝わってるそのミックスボイスっていう声の本当の名前はミドルボイスって言うんですよ。これが正しい知識なんですけど、でも今ミックスボイスっていうのは地声と裏声の中間の声だっていう情報がですね、広く出回っているので、あえてミドルボイスをミックスボイスっていう名前でですね、今説明してます。今っていうか、僕のこの動画では説明をしています。本当はミドルボイスって言うんだよっていう風にですね、頭のどこかに置いていただければなという風に思います。それでこのテクニックめちゃくちゃ難しいんですよね。僕は習得するまでに6年ぐらいかかったんです。全然感覚がわかんなくて。そのぐらい難しいので、もう使ってる藤ヶ谷さんも素晴らしいですよね。次いきますよ。ここは胸の響きがめちゃくちゃ強い歌声です。もう声がすごく強いので、じりじりとした質感を感じる、すごいかっこいい声でしたよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほら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 。すごく強い成分が出てるかっこいい歌声。これ多分動画上だとあまり分かりにくいのかもしれないんですけど、レコーディングではかなり大きい声量で歌ってるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。じゃないとね、この声の質感は出てこないんじゃないかなって思うんですよね。で、胸腔共鳴をメインで使うと体全体が響くので声量も大きくなるんですよね。だからもうほんと全身を使って歌ってる藤ヶ谷さんの歌声っていうポイントでしたね。次いきますよ。おいやっぱりサビ前のワンフレーズかっこいいですよね。まず今回は玉森くんでしたけど、でそこからの全員が歌ってるサビめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。素晴らしすぎるね。いや、Kiss-My-Ｆｔ2 の楽曲はどの曲も素晴らしすぎますよね。で、今回のカーテンコールは二階堂さんが活動休止中の楽曲か。それで5人なんだね。ここに二階堂さんも参加していたらと思うと、さらにパワーが増幅してる感じが出てるんじゃないかなっていう風に思うんですよね。二階堂さんが復帰したバージョンも聞くことができるのかな、今後。そう考えると楽しみですね。次いきますよ。いいね。真正面。ここがね、いいですよね。一歩引いた感じのね、静かになるところ。僕ここ大好きですね。そしてお色気シーン来ましたよ。皆さんが待ってるお色気シーンが。もう一回聞いてみましょうかね。かっこいいかっこいい。もっといろんな人に聞いてほしいですね。カーテンコール、Kiss-My-Ft2 のこの大人っぽい一面。そして大人っぽいんだけど、かっこいい情熱的なね、この歌声。本当に聞いてほしいなって思います。次いきますよ。
で、1番の時には僕ちょっと気づかなかったんですけど、ここ全員でスタッカートで歌ってますよね。で、スタッカートで歌っているから出てくるこの弾んだビート感。これかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。タラッタラッタタッタッタタッタタみたいな跳ねたビート感ありますよね。これ音楽用語でシャッフルっていうリズムで、単純にこうね、弾んだ感じのビート感のことをシャッフルって言うんですけど、日本人はこのリズムを取るのがすごく苦手だっていうふうに言われています。なので歌声でこの弾んだニュアンスを表現するのってすごく難しいんですよね、日本に住んでる人は。でもそこをね、しっかりと声だけで表現してる Kiss-My-Fut2、すごいですよね。次いきますよ。いやー、かっこいいですわ。本当にね、僕ちょっと前まで Kiss-My-Fut2 のこの音楽的な部分に触れてきていなかったので、なおさら思うんですけど、もっと前から知っていたかったなっていう風にもう後悔してしまうぐらいかっこいいなって思いますよね。僕 Kiss-My-Fut2 を知ったのはもう結構ね、デビュー直後ぐらいなんですよ、実は。Kiss-My-Fut2 自体を知ったのはね。何で知ったかっていうと、玉森くんがですね、当時出演していた信長のシェフっていう夜にやってたドラマかな。それがね、面白くてすごい見てたんですよ。玉森くんが演じている料理人が織田信長がいる時代にですね、こうタイムスリップして料理を作っていくっていうドラマなんですけど、もう今でも覚えてるセリフが一個あって、なんかその辺に生えてる木の実をこう取ってかじってですね、まだ若いけど十分オイリーだっつってその木の実で油を作るんですよね。そのシーンがね、僕なんかすごくお気に入りで、よくね真似して言ってましたよ。十分オイリーだとか言って。もうね本当にハマってて、そこで Kiss-My-Fut2 を知ったんですけど、音楽的な部分っていうよりもタレント的な部分で知っていたかなっていう感じですね。なんかすごくもったいない時間を過ごしてしまったなっていうふうに思ってしまうぐらいかっこいいですよね。次いきますよ。すごく男らしい声ですね、玉森くん。ちょうど信長のシェフの話をしてたら玉森くんのパートでしたね。で、ここはですね、胸の響きと口の響き。この2つを使って作り出した大人っぽい歌声ですね。もう一回聞いてみましょう。いいミステイ。ここの歌い回しがね、難しいポイントですね。ビブラートをしながら、こののところがビブラートが入ってるんですよ、これ実は。一個一個歌ってるわけじゃなくて、っていう風なビブラートをしながら、って歌うところにビブラートで音の輪郭をつけてあげるっていうテクニックを使ってます。次いきますよ。タラタラっていう風に今のところはですね、あえて息を吸って言葉の意味を区切ってるんですよね。歌でいうところの息継ぎっていうのは歌詞の意味が切れるっていうポイントでもあります。今のポイントはですね、あえて短いスパンで息を吸うことによって言葉の意味をですね、短く切ってるポイントですね。もう一回聞いてみましょう。What's Fiction すごくいい声。いやもう本当にね、全員いろんな声の引き出しを持ってますね。もうね、笑っちゃうぐらいすごいです。次いきますよ。いや、難しいフレーズですね、今。みたいな。R&B ではこういう難しいフェイクよく出てくるんですけど、いや、玉森くんのこのフェイク僕初めて聞いたな。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、ここね、すごい難しいんですよ。そして僕はね、こういうフェイクが大好きなので、嬉しいですね。次いきますよ。裏声がセクシーですね。
で、今は地声と裏声の切り替えをですね、あえてくっきり出す歌い方をしてますよね。で、ここをくっきり出す方法としてはですね、地声の時はイメージを低めに声を出す方向ですね。で、裏声の時には上げるみたいな、ここの地声と裏声の出す方向を変えてあげることによって切り替わりがはっきりしてきます。もう一回聞いてみましょう。このつつみたいな、こんな感じかな。これを同じ方向にすると、このつつみたいな感じで切り替わりがね、スムーズにいったりするんですけど、次いきますよ。かっこいい。わあ、すごい入りでしたね、今。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。もっと早く歌声分析動画出しとけばよかったです。超かっこいい。次いきますよ。いやー、最高ですね。もうなんかね、余韻に浸ってきちゃいました、僕。かっこよすぎて。次いきますよ。なんかカメラのアングルもかっこいいですね。最後の大サビっていうこともあって、一人一人のメンバーにスポットライトが当たってるっていうか、こうアップの絵が多いポイントですよね。超かっこいい。そして今回のカーテンコールはですね、ものすごくこう大人っぽい雰囲気、そしてセクシーなね、絵が多くて、皆さん大喜びなんじゃないでしょうか。なんか言うんだって話ですよね。次いきますよ。かっこいいね。何回言うんだって話ですよね。それぐらいかっこいいですよ。男性から見てかっこいいって思うっていうことはですね、今日本語合ってますか？これね、本当にかっこいいっていうことだと思います、僕。皆さんイメージしてみてください。男性が女性に可愛いって言うと、なんかこう、薄っぺらい感じしませんか？僕だけかな、そう思ってんの。でも男性が男性にかっこいいって言うっていうことは多分ね、これね、心の底からかっこいいと思ってるっていう証拠なんですよ。まあこれ男性が男性にだけじゃなくて、女性が女性に可愛いって思うっていうことも、これ心の底からそう思ってると思うんですよね。だから Kiss-My-Fut2 はもう本当にね、かっこいいんですよ。まあ皆さんね、ご存知だと思いますけど、僕はね、本当にかっこいいと思います。次いきますよ。いやー、素晴らしすぎますね。もう今ここエンディングですよね、きっと。エンディングもね、最後の最後まで気が抜けないのが Kiss-My-Fut2 のミュージックビデオなんですよ。最後まで見ていきますよ。もうショーですね。素晴らしすぎる。めちゃくちゃ華やか。次いきます。あ、なるほどね。スポットライトが当たってるところは、活動休止中の二階堂さんのところだっていうことかな。わあ、今ね、感動して鳥肌がやばい。なんかもうゾワゾワってきましたよ、今。わあ、すごいね。感動しました。そしてもうちょっとあるので見ていきますよ。いやー、すごいね。あ、なるほどね。そうそう。歌声分析の最初は、歌い出し周辺から流したんですけど、実はその前にもですね、映像がありまして、こうエレベーターにこうね、いるような感じの映像なんですけど、気になった方はですね、概要欄に今回のカーテンコールのミュージックビデオの URL 載せてありますので、そこからね、飛んで見てみてください。さあ、続きいきますよ。玉森くんが歩いて行く。終わるってことですね。最初がエレベーターに乗ってるシーンだったんですけど、そっからこう降りていくとかそういうことかな。なんかそんな気がしますね。いやー、めちゃくちゃかっこよかったですね。以上、Kiss-My-Fut2 カーテンコール歌声分析はここで終了です。いやー、めちゃくちゃ素晴らしかったですね。ザ・
大人の色気っていう感じの楽曲、それが Kiss-My-Foot2 カーテンコールだったのではないでしょうか。これはね、男性から見ても憧れますよ。あれだけのね、色気が出ていくようなね、男になりたいっていうふうに思いますし、女性だったらね、もう魅力にこうやられてしまうんじゃないかっていうぐらいセクシーでしたよね。そして歌声も素晴らしかったです。回を重ねるごとにですね、いろんな新しい歌声も発見できて、僕はとても嬉しいです。これからもいろんな Kiss-My-Foot2 の歌声の魅力を探していきたいと思っておりますので、キスタンの皆さん、今後ともよろしくお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。